リンのモデリング日記。今回は樽を作ります。樽にもいろいろ種類があるみたいなのでちょっと調べてみましたが、材質やサイズで作るお酒や味が変わってくるということみたいです。お酒が大好きでこの種類の樽を作りたいという熱意があれば詳しく調べるのもいいと思いますが、私はお酒は飲まないので軽く調べて適当なサイズのものを作っていきます。樽自体は木の板を組み合わせてタガで固定する構造なので、モデリングする時も木の部分とタガの金属部分という感じで作成するのがいいかなと思います。まずは円柱を追加して木の部分を作成していきます。頂点は32で作成します。正面からの視点にして下絵を読み込みます。オートミラーで下半分をミラー化して下絵に合わせて形状を調整していきます。調整できたら下絵はもういらないので非表示にします。次に蓋の部分を作成します。上面を選択して面を差し込んで押し込みます。縁の部分は蓋を入れ込む時に入れやすいように斜めにカットするみたいなので今回は斜めにしました。こういう細かいところは実際の樽を作る動画なんかを見ると分かりやすいかもです。だいたいできたらスムーズシェードを設定します。ブレンダー 4.1.0 から自動スムーズの設定方法がモディファイヤーを追加する方法に変わったので、角度でスムーズのモディファイヤーを追加して自動スムーズを設定します。設定できたら木の板のつなぎ目に当たるエッジを選択してシャープをマークしてシェーディングを調整します。そして同じエッジに UV のシームも設定します。シャープをマークしているエッジを1箇所選んで選択の類似選択からシャープを選ぶと楽に選択できます。そして UV を展開します。テクスチャーをノードで作っていくので一旦適当な展開で進めていきます。まずはノイズテクスチャーノードを追加してコントロール T でテクスチャー座標とマッピングノードを追加します。ノイズテクスチャーとマッピングの各値を調整します。ノイズテクスチャーノードをコピーして間に差し込んで値を調整します。カラーミックスノードを追加して各ノイズテクスチャーノードの係数を A と B につなげます。係数を調整して木目っぽくしていきます。カラーランプノードを追加して色を調整していきます。調整できたらミラーモディファイアを適用して再度 UV 展開していきます。
これで真ん中から上下反転していた木目が解消されました。次に細かい質感をつけていきます。マッピングとノイズテクスチャーノードをコピーして各値を調整します。カラーミックスノードをコピーしてカラーランプの前に追加します。近くによると違いがわかると思います。次は各パーツごとのランダム感を出すためのノードを組みます。属性の UV マップとカラーランプノードを追加して、それをマスクとして色を調整します。HSV ノードを追加して各値を調整します。次は2部分の調整をします。木の板の幅を想定してエッジを追加してシームも追加します。UV 展開を再度行いますが、この時蓋の UV がなるべくバラバラになるようにしておくとランダム感が出ます。マスクを確認してみるとこんな感じです。
次に板のつなぎ目のラインのマスクを作っていきます。頂点グループを追加してシームのあるエッジのウェイトを1にしてそれ以外を0にします。ウェイトを1にするエッジの間にはウェイト0のエッジがないとうまく設定ができないので注意してください。蓋の部分はエッジを追加しています。シームの変更はできないのでシャープを調整してそれを類似選択しています。ウェイトペイントに切り替えてこんな感じでしましまになってれば OK です。属性ノードを追加して名前を頂点ウェイトで付けた名前にします。シェーディングがマテリアルプレビューだと真っ黒ですがレンダーに切り替えるとウェイト付けしたところが白黒で表示されます。カラーランプノードを追加してライン上に調整します。カラーミックスノードを追加してラインの色をつけます。新しめの樽だと板のつなぎ目はきっちりくっついてるのであまり濃くしないようにしています。次にノーマルを作成します。カラーミックスノードを追加して木目のノードとラインのノードをつなげます。バンプノードを追加して高さにつなげます。次にラフネスを作成します。カラーミックスノードをコピーして木目のノードとラインのノードをつなげます。カラーランプノードを追加して調整します。次にオブジェクトの下の方の影を追加します。XYZ 分離とカラーランプノードを追加してテクスチャー座標の生成からつなげます。Z からカラーランプにつなげると下からのグラデーションになります。
カラーランプを調整してカラーミックスノードでカラーの調整をします。木材の部分はだいたいできたので、タガの金属部分を作成していきます。ループ選択で面を選択してコントロール D で複製して分離します。シームやシャープをクリアして縫線方向に押し出しします。タガの重なっている部分を作成していきます。ローポリで作る場合はこのままでもいいと思いますが、今回は練習のためにポリゴン数はあまり気にせず作成していきます。各3面くらいを選択して複製して分離します。分離したら形状を調整していきます。今回先の方は丸めましたが、角だけ丸めるとかのデザインでも全然大丈夫だと思います。
リベット部分の円を作るのはループツールズというアドオンの円を使えば簡単にできるのでおすすめです。あとは必要に応じてトランスフォーム座標系をノーマルにしたり、トランスフォームピボットポイントをそれぞれの原点とかに変更して作業をしています。動画では押し出す前にリベット加工していますが、これは先に押し出してからの方がいいと思います。重なる部分ができたらリング状のオブジェと結合してつなげていきます。
シェーディングがおかしいところはノーマルの方向がおかしくなっていたので、調整することで治りました。だいたいできたらレベルモディファイアを追加して面取りします。ミラーモディファイアを追加して下半分にコピーします。リベットからの距離が遠すぎたので調整します。シームをマークしていきます。とりあえず簡単に表面と裏面で分けました。テクスチャーをちゃんと描く場合はまっすぐな状態にした方がいいと思いますが、今回は特に必要ないのでこのままでいきます。金属のマテリアルを作成していきます。とりあえずメタリックの値を1にして色を調整します。
ノイズテクスチャーノードを追加して、コントロール T でテクスチャー座標とマッピングノードを追加します。各値を調整して粗さにつなぎます。カラーランプノードを追加して反射具合を調整します。タガの部分ができたのでアンビエントオクルージョンを追加します。アンビエントオクルージョンノードを追加してカラーランプと RGB カーブノードで調整します。カラーミックスノードを追加して色を調整します。適当な環境マップを割り当てます。蓋の部分のへこみを追加します。この部分はほとんどわからないので、なくても大丈夫です。次に木目の切り口部分を調整します。この部分は UV を分けて別のマテリアルを割り当てるのもいいですが、今回は UV の調整で対応します。次に木の板の幅をランダムにします。この辺も実際の樽の作成動画を見てると気がつくと思いますが、全部が同じ幅ということではないようです。せっかく綺麗に等間隔で作っているものを崩すのは気が引けますが、
リアリティを求めるとこういう結果になってしまいました。木の板のつなぎ目をテクスチャーで描く場合は UV をつなげて等間隔のままでも大丈夫だと思います。一つの作り方にこだわらず臨機応変に作成できるよういろんな作り方を練習していきましょう。シェーディングをレンダーにしてみて出来具合を確認してみます。縁の切り口のシェーディングが気になったのでベベルモディファイアを追加します。スムーズの角度を調整していい感じのシェーディングになるようにします。レンダリングしてみるとこんな感じです。これで樽のモデリングの完成です。応用としてテクスチャー濃度を調整して古い樽を作ることもできます。床や壁を追加してレンダリングすればこんな感じになります。一つ作ったら終わりではなく、それをもとにいろんなバリエーションを作ってみるのもいい練習になりますので試してみてください。今回は以上となります。いいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。